ってます。ありがとうございました。チャーシューです。いつもだとラーメンで熱いですけど。めちゃくちゃうまかったですね。いくらでも食べられちゃうというか、オーソドックスなんですけども、すごい丁寧な美味しいラーメンでした。また待ってます。できたのようにきれいにありがとうございます。きれいに食べていただいてどうもまた。1日100杯ぐらいでなくなったら終了。そうです。100杯で終わりって感じですね。限定の時だけもうちょっと出すかなって感じですね。120杯ぐらい。林 SPF か岩中ポークをその時で肉屋さんに持ってきてもらってる感じですね。で豚もいいものを使ってって感じですね。
毎日これは一人で。そう仕込みはもう一人ですね、ずーっとオープンしてから。月に今だと1、2回ぐらいですね、アルバイトの子が入ってくれる。シャッター閉めちゃいます。綺麗ですね。そうなんですよ。一応掃除を心がけてやってるんで、汚いお店嫌じゃないですか。なんで一応掃除は心がけてやってます。こだわりは継ぎ足して、味を重ねてってうまみをこう出していくと、やっぱサバの香りがぐっとくるように仕込んでるって感じですかね。ラード入れてたじゃないですか、あれ毎朝やってて、あそこにこう香りを移して、お客様のところに出てきた時にふわっとサバの香りがするように一応仕込んではいます。サバで行こうと思ったのは、僕永福町の大正軒とかが大好きで、自分が好きないろんなラーメンのいい要素を取り入れたいなっていうのでサバって感じですかね。はい。コーヒー飲みますか？いただきます。あれです。もうここからは完成ですね。
によってやっぱり変わったりは。あ、全然違います。僕継ぎ足しでやっちゃってるんで、限定やるじゃないですか。そうすると限定の味が次の日にもろに残ってたりもするんですよね。限定っていうのは。食材をいろいろ変えて、塩やったり朝日ガニとか、あとは月に1回内緒で近づいてきたら告知するみたいな感じです。だから日によって全然味の出方がやっぱ違います。修行みたいなところは。何軒かあるんですけど、ラーメンナギのゴールデン街店っていうところでやってて、大曽根さんといろいろ教えてもらってたって感じですね。そうそうそう、限定ラーメン作ってみたいのでいろいろやり始めて、その時芸人も一緒にやってたんですけど、ラーメンの方が面白くなったというかあれなんですけど、芸人辞めてから何やろうって思った時にナギで製麺所行かせてもらったり海外行かせてもらったりしていろいろやらせてもらってて、それのきっかけはきっかけですかね。面白いなみたいな。大体目安で6時半って書いてあるんですけど、大体5時半ぐらいにはオープンさせてもらってて。昼とかではなくこの時間に。ああ、そうですか。すぐ隣も定食屋さんというかラーメンやってるんですよ。和也さんがあったり二郎があったり、昼も夜も厳しいみたいなことを言われたので、自分やったら相当来ないだろうなと思って、で僕福島とか出身で朝ラーメンとかもあったので、一回やってダメだったらもうしょうがないなみたいな感じで朝からやり始めたって感じですね。これでこねて練った後これに入れて踏んでここで伸ばすって感じですね。はい、これで切ってって感じですね。これはうどんではないんですけど、この機械でやろうと思ったのは。手打ちっぽくしたいなっていうのがあって、白河ラーメンとかが好きなので、虎食堂さんで1回教えてもらったりしたんですよね。その時にこれしんどいから俺無理だなと思って、じゃあうどんのやつでやったら近づけんじゃねえかなと思ってあれでやり始めたって感じですね。はい、だんだん自分の理想には近づいてるかなっていう気はします。手打ちに近いようでそうじゃない食感っていうんですかね。他のラーメン屋さんの麺とはまたちょっと違うと思うんで、その辺を楽しんでもらえればなっていう感じはしますね。限定の時だけ麺は札幌フーズさんで神保町にある覆面の及川さんにお願いして一緒の麺を使わせてもらって、めちゃめちゃ好きでラッキーで使わせてもらって同じやつ。仕込みがこれで大体終わりっすね。あとはちょこちょこラジオ体操やったりする感じです。きっかけ僕腰痛持ちで、そこからラジオ体操始めたんですよ。やるのとやらないのではもう全然違いますおすすめです
熱いで気をつけて。最近の多分。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。週1は来てるかなって感じですかね。定番の純正ラーメンが一番好きで、他のラーメンにないすごいいい魚介の香りと、ご飯一緒に頼んでチャーシューとご飯で書き込むのが大好きで、あそこにもこだわりが詰まってるんだろうなと思っていつも美味しくいただきます。サラーメンで熱いに気をつけてください。よろしくお願いします。どうぞネギで熱いに気をつけてください。きれいに食べていただいて、どうも1年半くらいだとオープンして、結構来れる時は毎日定休日以外は、この時間に来てる感じですね。はい。いつもどうもありがとうございます。風邪から気をつけてくださいね。どうもまた待ってます。
ざいます。いってらっしゃい。チャーシュー麺です。よいしょ、ごゆっくりどうぞ。はい、寝てください。はい、いつもどうもありがとうございます。はい、美味しかったです。オーソドックスなんですけども、すごい丁寧な美味しいラーメンでした。じゃあスープ割り油なんか違くないの？多分フレッシュが前の日のやつはあんまり残さないようにしたんですよ、最近。次の日のためにも多めに入れてたんですよ。それをちょっと調整して、で余りすぎてたらちょっと上積み捨ててっていう感じで今やってます。うますぎるわ。好き嫌いだから。あ、そうですね。から使用してます。どうでした？月1ぐらいですかね。はい。オープンの直前のレセプションみたいな3日間4日間ぐらいだったの。それ全部来てて。手もみが今日初だったんですよ。めちゃくちゃうまかったですね。麺の歯触りというか口触りとかたまんないっていうかね、なんかとにかくうまいよなこのラーメンはってこう説得力の塊なんですけど、説明はできないというか、ごたくいらなく普通に食べててうまい、たまんなく幸せな気持ち、笑顔になれるラーメンだな、すごいなって思いますね。あ、そういうことなんですね。ごゆっくり。ごめんなさい。来るときは週1、2回ぐらいは来てるかなと思います。
ラードを使ってらっしゃるんですけど、そこにサバ節の香りをすごいつけてあるので、すごいサバのいい香りがする。香りもあって旨味もあってでもすっきりしててっていうので、まあいくらでも食べられちゃうというか、はい。道路交通情報センターの河野さん。まずはどうぞ。チャーシューフォーです。チャーシューです。熱いです。朝ラーメンです。熱いんで気をつけて。朝ラーメンです。熱いですよ。チャーシュー麺です。熱いです。固まってます。風邪ひかないようにきれいにありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。熱いんで気をつけてください。チャーシュー。熱いんで気をつけて。大体だ。ありがとうございました。来たの3回目で3回とも送られて、たまたま仕事でこの時間通りかかったんで、一度食べてみたかったんですけど、美味しかったです。まずはチャーシューです。はい、ラーメンです。熱いです。はい、すみません。そしたらラーメンです。熱いです。ありがとうございます。ありがとうございます。空いてる席高手もどうぞ。よかったら入れ替わりでお願いします。いつもどうも。熱いです。気をつけて。いいチャーシューです。いつもどうも。熱いです。ありがとうございます。寒くなってきたんで風邪ひかないように。はい、すみません、ありがとうございます。また待ってます。どうもありがとうございました。
な飲食店の方々ですね。結構すごい動き早い。今でこそナギっていっぱい従業員の人いますけど、僕の時って結構一人とかでやってたんですよ。やっぱそういうのでもう慣れてて、でも本当にナギがなかったら多分こんなんできてないですよ。大変ですけど、でも結局人がいなかったりしたら一人でやるしかないじゃないですか。それかもうお店をお休みする、でも家賃はかかってくるじゃないですか。だからもう本当に今はめちゃめちゃありがたいですね。あとナギが環境整備っていうのをやってるんですよ。もう物はここに置いといて、ここからは動かさない、もう決まり事にしてあるんで、なんか適当に置いてしまうと、あれどこだ、あれそこなかったみたいな、どんなに忙しい時でも何も考えずにそこに行けばそれあるじゃないですか。なんかすげえ勉強になったなと思います。もちろん味とかもそうですけど、でもやっぱり一人でやるってなった時に一番そっちの方が重要かなっていう気がしますね。もう皆さんのおかげです。お気をつけて。もうオープンして1年半で毎日行列。オープンしてからずっと調子いいねみたいに言われたりされるんですけど、もう全然そんなことなかったんで、最初8時オープンだったんですよ。8時にオープンして9時まで 2,3 人しか来なかったとかだったんですよね。だからどんどん早くなってったんですよ。そうそうそう。だから最初はもちろんオープンで皆さん来てくれるじゃないですか。もう2週間ぐらいでもうパタッとなっちゃって、うわどうしようみたいな、2時までやってたんですよ。でそこから仕込みとかするじゃないですか。寝る時間が本当にもう 2,3 時間がもう毎日続いて、体もしんどいしみたいな、これどうやったら売れるのかもう分かんなかったんですけど、でも8時ってあそっか出勤の時間だよなと思ったんですよ。じゃあちょっと早めようで7時半にしたんですよ最初。この30分でちょっと来てくれてるんですよ。じゃあ7時にしたらもっと来るんじゃねえかと思って今度7時にしたんですよ。7時ぐらいにしたらその前から並んでくれてたんで、あこれじゃあもうちょっと早かったらっていうので6時半っていう感じなんですよね。今より早くっていうのはもう無理なんで、これが限界って感じですね。暇だったのがこうそうしてじゃないですけど、お客様に来てもらいたくてどんどん早くなってるって感じです。寒くなってきたんで風邪ひかないように。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。うまいですね。昔からずーっとここだけのなんか味がする。やっぱりこう朝こうやってお客さんが来てくれるっていうのを分かるとね、寝てらんないですよね。なんかお腹がうずくっていうか。ネギのピリッとしたところとスープがすごい美味しい。ハマっちゃいました。こうお客さんに喜んでもらうっていうことがもう大前提の前提だから、これで一日頑張ってくださいって。
ぱ朝からラーメン食べたいっていう人、特に仕事の人とか夜中から動いてる人なんかいたり、まあ確かにやるのは大変なんですけど、やっぱりこう朝こうやってお客さんが来てくれるっていうのが分かるとね、もう寝てらんないですよね。もう東京から朝一でやってきました。でもう何回か来てるんですけど、暑いのでちょっとつけ麺を食べてみようかなと思って初挑戦。はい、どうぞお願いいたします。はい、お待たせしました。失礼します。はい、お待ちください。
はい、お待たせしました。ネギがもりもり。来ました。すごい量も多くて朝からもりもり食べれて嬉しいです。チャーシューバラが足んないんで。はい、バラ切ります。まあ月に2回ぐらい朝普通に起きて、早く起きるんでどうしてもね早くやってるからすぐ近所なんで、それで頼まれたんですね。塩ネギであとニンニクのね、固め取ってるけどすいません失礼しました。どちらラーメンはい、ありがとうございます。はい。はい、いらっしゃいませ。ネギチャーシュー麺でございます。はーい。はーい。ネギチャーシューはい、ネギチャーシュー麺ですね。お待たせしました。
どうもありがとうございます。セブンだった。タウンの油しだね。月に1、2回ぐらい朝にで一応こう最速で早いんでなんかお腹がうずくっていうかみんな待っててね、本当に楽しみにしてもらってるんでね、そういった部分で朝こういうふうにやろうって決めてやってます。朝の需要があるんであれば答えた方がお店的にもいいし、お客さんも喜んでいただける。なるべくいいものを使ってお客さんには喜んでもらって、でお仕事を頑張ってもらって、生活も頑張ってもらって、でまた笑顔で来てもらってそれが一番面白いなと思ってじゃないとこんな毎日3時起きではできないと思います。はい、お待たせしました。失礼します。ネギ味噌、いつもネギ味噌結構来る。仕事行く前に昔からずーっとこれ、ここだけのなんか味がするから。仕事で朝ラー、今日は味噌チャーシュー、この間は塩チャーシュー、この間は4時半ぐらいに来て、僕一番乗りだったんですけど、4時50分になったらもう乗用車が5台10台来て、あらまあ忙しい時でね、だいたい350とかそのぐらいになる。このネギが持ってる水分量が全然違う、鮮度が全然違う。今さやっぱこういうところにあるんかもわかんないね。切ると水分すごい溢れてきます。一杯に長ネギこれ4本分が丼に入ってる。すごいですよね。1日どれぐらいネギは消費するんですか70から忙しいと100キロぐらい。加須ネギブランド化したんだけど、取れたてネギをね毎日持ってきてくれる。その日の午前中にまだ土があったやつをお昼に使ってる時あるから、やっぱり鮮度がまるで全然違う。土から出てからの時間がね全然3日4日経ってるのとはまた違うしね、在庫もしない感じだから、だからやっぱその分手間暇はかかっちゃう。三陸産の本わかめ、これは戻し最中のメンマなんですけど、こういう感じで炊けます。で1日に1回朝と夕方熱湯でこのお湯を取り替えていくんですけど、で戻りきった時点で今度は煮上げて味を入れてる感じ。歯ごたえもあるんだけど柔らかくて存在感があるというか。チャーシューも国産にこだわって使ってる。ラーメン全体で原価率半端じゃないですよ。これはチャーシューになる肉ですね。肩ロースと今バラ肉を入れた感じなんですけど、濃くなりすぎないように薄めるんですよね。肉の濃さ加減をここで管理しながらラーメンを作ってるから、ほぼほぼ 100% 手作りなんです。ありがとうございます。
つもこれなんですけど、醤油ラーメンサイズは小盛りです。朝なのであまり罪悪感がないというか、今一日の始まりの一杯にしてます。たまたま通ってネギ塩。塩ネギの明日のメニューだと。お待たせしました。失礼いたします。機材とか間に合えば。はい。じゃあ。なめこってりのコーントッピングですね。はい、ありがとうございます。ネギ塩です。いつも味噌ラーメンが多いんですけど、たまに違うのもいいかな。ネギのピリッとしたところとスープがすごい美味しい、こってりしててハマっちゃいました。ネギチャーシューです。はい。マリカ島の油スクランブル。さあ作るからこの人の。ラーメンです。ありがとうございます。はい、ネギチャーシューとライスです。今日は朝帰りなんですか？そうなんですよ。仕事で頑張った自分へのご褒美で。ラーションの中でもやっぱチャーシューも美味しいですし、ネギも美味しいですし、もうパーフェクトですね。お待たせいたしました。
チャーシューで。お味どうですか？うまいですね。うまいですか？自分は塩が好きなんですけど、うまいですね。ともちゃんライス持ってきて。そうでもでかいな。お待たせしました。ゆとりスペシャルですね。広島焼きのゆとりスペシャルですね。お願いします。ここのお好み焼きがすごい好きで。はい。だし巻きいきます。お待たせ。はいどうぞ。あ、じゃあこの間ばあちゃんを病院に連れて行かせてよろしくお願いします。話にしますから。誕生日おめでとうございます。はーい。ありがとうございます。頼み終わった。結構常連さんとかだとこう刺身とかなんか野菜とか、なるほどなるほど、いろんなお客さんが来る。でもほとんど8割ぐらいはお好み焼き食べる。2割ぐらいは居酒屋的な感じで食べない人もいます、お好み焼きを。
いてあるじゃないですか。あれお知り合いですか？サラダじゃないですか？で
結構日本酒飲まれる方がいるんで、これって決めてなくて、結構こうお任せでもらって季節によって楽しめるように。半分以上入れとったね。よいしょ。お皿的に考えたらちっちゃい少ないかなって。あ、逆にね。4段だよ。あと、まあ、人気だと煮込みとか、あとは卵焼き。卵焼きやっぱ鉄板で作るんですごい出ます。めっちゃずっと居酒屋でバイトしてて4年間大学、まあ料理独立したいなってもその時は思ってたんですけど、全然知恵がなかったんで、和食の魚使ってる居酒屋で3年やらせてもらって勢いでお店出したんですけど、すぐコロナ来ちゃって、そうですね、最初は本当きつかったんですけど、でまあテイクアウトだけで頑張る時期が2年ぐらい続いて、最初は海鮮丼とかやってたんですけど全然売れなくてでお好み焼き焼いてよって常連さんに言われて何枚か焼いてたら、それがどんどん増えてって、テイクアウトだけとかで売れるようになって、普通に営業してくださいってなったらお好み焼き屋さんになってたんですよ私は1年くらいですね。私はもうすぐ1年です。ここでこう来たら喋ってね。ついに1週間切りました。ご予約まだまだお待ちしてます。お電話お待ちしてます。来てください。スタートするやつ。ごめんなさい。最低。絶対自分がしたいからって。だけ覚えてほしいのがあって、それを教えます。レベルっていうかあんまりないですけど、無理じゃない。だから余計難しいですよね。普通に。本当ですか？はい。事務所入ってます。事務所確認大丈夫ですか？大丈夫です。経験を積むために。はい、今ください。メンチとか言ったら明太子チーズで卵焼き。触ればいい。あ、今日おすすめ刺身で。今本日のおすすめこちら。
はい、こんばんは。真ん中のテーブルどうぞ。こんばんは。こんばんは。お予約です。はい。エアバンと日勤やると。はい。同じグラムでお願いしてるから、もう一個にあったんだったら、グラス一緒で。生ビールは絶対的にこっちなんだけど、時々氷、ジョッキに氷入れてって言うかもしれないから、それは大体こっちから入れてほしい。で、こっちがなかったら左側から使ってほしい。わかります。右は生。今から開始しちゃって大丈夫ですか？はい。はい。カシオレ2つ。はい。割り方。割り方どういたしますか？リンゴ酒割り方どういたしますか？あ、はい。ソーダ割りで。変わりました。ソーダ割りで。はい。19時ラスト。煮込み器に2つ入ってるんですよ。いただきます。お先にカシスオレンジとリンゴ酒のソーダ割りです。失礼します。お刺身ですね。いただいていいですか？はい、どうぞ。こちらからイワシ、シマアジ、ホタルイカとマダイです。はい、お願いします。
揚げでお待たせしました。そば入りのチーズです。思ってるもいいと思うな。自分より明らかに仕事ってイライラしちゃう。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、美味しそう。はい、前に置いちゃうよ。失礼します。カルピスソーダですか？失礼します。牛ハラミステーキになります。熱いのでお気をつけください。おろしかけてもよろしいでしょうか。はい。これ山口さん。ナムルと砂肝のごバットスでよろしいでしょうか。はい。お待たせしました。生タコです。はい。お皿かけて。失礼します。砂肝のニンニクバター焼きです。多分週1回は必ず銭湯の帰りに行きます。いつも何頼まれるんですか？普通も刺身ですね。刺身。お好み焼き屋なのに魚が美味しいっていうのが一番いいんじゃないですかね。今日は島味とタコを頼みます。あれなら、あ、でもいいや、左。馬刺しお願いします。はい。他の皆さんなんてね、絶対無理なんからやった方がいいよ。お母さんもできる。はい。
お待たせしました。ゆとりスペシャルですね。真ん中にお好みでソースとマヨネーズを振ってあります。ください。ハイボール一つです。はい。失礼します。ハイボールです。オレンジですか。そうだ、割とオレンジですか。ありがとうございます。鳥です。大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。お名前だけすみません。絶対寝てない。また寝てるやばい。宴会の広島お願い。俺の初めまして。もう俺パソコン気にない。今始めた。あ、2個来る。すごい。半分半分ですよね。バイバーイ。2名様。はーい。どうぞ。どうぞ。牛すじ煮込みになります。これ取るわ。そうです。じゃあこっちからそうです。定期的に折れる。それで折れちゃう。失礼します。はい。えたさんお呼びです。ありがとうございます。スペシャル頼まれてた。スペシャルですね。なんかこう麺がパリパリっとしてちょうどいい美味しかったです。7時半2名様です。はーい。だから200。外の右生3つです。はいよ。はい。ありがとうございます。めっちゃ知ってますね。はい、ちょっと待ってください。リーダーさん、カツヤレコーラオレンジ。よ。ラストリです。はいよ。ちょっとお伺いしないですか。盛り合わせてタコ入ってますか。あ、いいよ。タコ。大丈夫です。飽きなわけないじゃないですか。そうですよ。右は馬刺しじゃない。大体ど
どこでしたっけ？見てほしいね。大丈夫。介護士予測大事です。盛り合わせのこのじゃあ生姜、谷中生姜と地鶏の柚子胡椒焼き。大丈夫ですか？とりあえず。はい、お待ちください。そうですね、はい。ちょっと後でじゃあお名前聞きますね。すみません。俺死んだったごめん。いや、もも書いてやれ。お願いします。2台。ゆかちゃん行こうか。あとお会計です。左。失礼します。吉野焼きになります。失礼します。吉野焼きになります。はい。空いてるお皿をお下げいたします。失礼します。だし巻き卵です。空いてるグラスをお下げいたします。失礼します。生ビールです。はい、どうも。ありました。ありますね。失礼します。刺し盛りです。めっちゃうまそう。こちらがタイ、ホタルイカ、ハマチ、イワシです。お醤油をお持ちしますね。たくさん中です。はいよレモン1個ください。ももさん、スペシャルが4番さんでネギかけて。お待たせしました。控えから失礼します。広島焼きの一人スペシャルですね。その味噌。素晴らしかったと思います。素晴らしかったです。はい。何を食べられました？お好み焼きを食べました。はい。カリカリしてました。はい。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。頑張ってください。2名様なんですけど入れます？ごめんなさい。すいません。失礼します。イカ焼きです。はい。お願いします。マヨネーズもらってます。はい、かしこまりました。本日は何件目ですか2件目です。2件目です。調べてくれてて、ここなんか良さそうみたいな感じで。
期待通りです。はい。美味しかったです。なんなら来週の4周年祭予約しちゃったんで。予約しちゃいました。7番さん90本待ちたいみたいなので、大事にとってまずは90本見とって。ぼちぼち来れる時は、はい、ここのお好み焼きがすごい好きで、はい、ここ以外食べれないですね。はい、それはちょっと言い過ぎだけど、おすすめはやっぱりもう彼が焼くこのお好み焼きじゃないですかね。はい、目の前で焼いてもらうと完璧ですよね。はい、ソースの匂いを一番に感じれる距離が一番ですからね、やっぱり。はい。ここでも。あ、そう、あ、いけます。失礼します。生サバとお通しのもずく酢です。一番のスイーツで。5回ぐらい来てますね。何回か。そうなの、結構来てます。自分美味しいんで、やっぱり。で、まあ友達なんで、まあ友達とは2回ぐらいかな。そうですね。卵も美味しそうです。いやー、だし巻き卵美味しいですね。はい。せせりだけなるはや。なるはや。なるはや。はい、お願いします。あれ、右さんお待ち合わせ。はいよ。あとレモンください。レモン。あれは新人の塗り方が面白い。まだ出ない。連続3回で。失礼します。だし巻き卵です。はい。お願いします。待ってました。何もない。セシェリー。いいよ。あ、すまん。今日は内食スイーツもなしだからって言ってアボチー。あ、大丈夫。だし巻きいきます。お待たせ。はいどうぞ。あったかいの来た時にタバコに立つ。次、味噌牛カリカリゆとりです。広島焼きのゆとりです。はい、お願いします。はいよ。はい。村正水割りできてます。水割りです。お願いします。広島焼きのそばダブルです。空いてるグラスお注ぎいたします。ありがとうございました。お手のごしお待ちしております。ありがとうございます。そうです。そうでもでかいよ。食べる？食べて。そうめっちゃでかい。食べれるかわかんない。そう、手がいい。ありがとうございます。
ネットでしか買えないですよ。10年間。10連勝出まーす。これ10年間。また揚げがあったね。ほら、今めちゃくちゃ今 YouTube に。美味しかった。これが YouTube だから。YouTube を見ながら今 YouTube に。刺し盛りでーす。タコ、ホタテ、イワシ、ハマチです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらは何？一番でかいのは何なの？砂肝で。はい。これさ、別で無料の美術館行った時にさ、めちゃめちゃ可愛いのですこれ筋食べる気にしたことないね香りがどう誕生日おめでとうございます。はい、なぎさんこちらです。待って。嬉しい。脱皮でごめんなさい。すみません。いや覚えててくれてよかった。待って。嘘やろ。よかった。いいね。いや、これはちょっとびっくり。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。本当。ちょっと待って。これ。取っといて。はい、どうぞ。封して。お、取ってください。こんなのしてくれるっていうね。こうゆとりさん。こんなのしてくれるっていう。いいね。いや、いいね。最高。ありがとうございます。お疲れです。だいぶ慣れました。いや、全然もうなんか教えてもらってばっかり。生持ってける？で、その後おしぼり持ってくから。どうも毎度。はい。はい。ありがとうございます。
礼します。だし巻き卵です。開いて中もらっていいですか。焼きそばでーす。熱いんで気をつけてください。失礼します。ありがとうございます。前2回出せるときあるし。ストップだけ言ってくださいね。ストップだけ。もうちょっと。失礼します。選手です。どうぞ。おろしの分作って、こっちは中華麺やってるんで、今日は作っていきます。お願いします。機械なので結構しっかりと粉の量 0.5 刻みで測っていきます。こっちは2種類の粉混ぜてるんで、ぴったりね、手打ちよりもシビアなんでぴったり測ってきます。で2種類の粉が入ってるんでミキシングしていきます。で最初お土産用なんで日持ちするようにアルコールですね、酒精を入れていきます。これにうどんには欠かせないこの塩水ね。機械は手打ちと違ってね、水の量とかすごい大事なんで、しっかり測んないと全然変わっちゃうので。晴れてよかったですね。
小という粉ですね。まあやることは一緒なんですけど、乾水が入るっていうだけで。うどんは中力粉っていうやつやってるんですけど、まあラーメンは強力とか、まあ準強力とか、そういうのを使ってます。まあ、うちに使ってるこの粉乾水を配合して、加水率が違うので、よいしょ。全然さっきとボロボロ加減が違くてですね、高杉の生地になってます。もっちりしてる。まあこれもやることは一緒です。でラーメンの場合は粉1種類なんで粉混ぜ合わせないで乾水入れていきます。中国ですね。おろしのうどんなんで1キロ単位で売ってるので計量しながらこれ筒状にしてね。
最初はこの2の1ですね。2の1で伸ばしてもっと薄くして3にします。
1分ぐらいで茹で上がります。冷たいの、はい、ありがとうございます。冷や醤油注意いただいてます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。どうもありがとうございました。上がります。はい、お待たせしました。醤油うどん中です。大変お待たせしました。はい、大変お待たせしました。どうぞ。
いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。かけうどん中はあったかい、ぬるい、冷たいどうしましょう。ぬるいで。ぬるいで。よろしくお願いしました。天ぷらを2つ取ってお待ちください。まで7キロ渋滞しています。流山インターからじゃあぬるいかけうどん中ですね。お待たせしました。はい、お好みでね、生姜とか七味ご自由にお使いください。ありがとうございます。3から10デニオン。あなたがもらって嬉しかったお土産や海外で購入した思い出の品、おすすめのご当地土産教えてください。2です。店舗でいいんだって大丈どうぞいらっしゃい。今行きますね。ちょっとお待ちください。はい。じゃあ同じく7番でお願いします。今日はやりたくなります。舞茸にはい。じゃあ天ぷらに取ってお待ちください。1番様お待たせです。日替わり中ですね。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。そこに行くつけそばちょっとお待ちくださいね。ありがとうございました。どうもお願いします。またお願いします。はい、7番の冷たいかけうどん中と小です。はい、こちらが中です。はい、小ですね。お待たせしました。いらっしゃいませ。はい、19番の熱いかけうどん大と本日のご飯です。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、どうぞ。はい。はい。はい、19番でお願いします。日替わり中です。ありがとうございます。いらっしゃい、どうぞ。はい、すみません。中華そば。はい。中華そばをお時間いただきますので、はい。13番でお願いします。高崎ありがとうございました。いらっしゃいませ。左特大。ありがとう、お待たせ。
カツライスいっぱいあるから。はい。やばいな。350円やばいな。お待たせしました。日替わり中のお客様、お待たせしま3番でお願いします。天ぷら1個取ってお待ちください。ピラシューです。今行きまはい、お待たせしました。はい、すいません。はい。頑張りました。はい、ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。お待ちください。ありがとうございます。山頂。どうぞ。3つですね。はい、すみません、お待たせしました。はい、食べます。13番でお待ちの厚かけ中です。はい、本日のご飯と日替わりです。はい、どうぞ。1番でお待ちのお客様、日替わりお盛りお待たせです。ありがとうございます。天ぷらと塩のあったかいのですか？はい、あったかい。あったかい。はい。はい、ごめんなさい。13番の醤油うどんお待たせしました。あったかいのです。醤油うどんあったかいのお待たせです。13番さんどうぞ。はい、の醤油に何種類か召し上がってください。大将お待たせ、ごめんね。はいよ。ありがとう。はいよ、お待たせ。ありがとう大将。はいよ。どうぞ。
ごめんなさい、茹でてます。ちょっとお使いいただきます。はい、12番でお待ちの熱い醤油だ。はい、お待たせしました。13番でお待ちの冷や醤油大です。お待たせしました。お待たせしました。すいません。あ、どうぞ。はい。いらっしゃいませ。どうもありがとうございます。いらっしゃいどうも。どうもありがとうございます。祈りラスイチで。なので締め切り。はい、すみません、お待たせです。はい、じゃあいただきます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、熱いかけうどん小お待たせしました。テイクアウトですね。テイクアウト。熱いの類冷たいはどうします？冷たいの。冷たいので。はい。お待たせしました。というわけでトッピング中華麺。はい、そうね。お待たせしました。お好みで胡椒もあります。あ、そうなんですね。ありがとうございます。
かそばですね。お待たせしました。熱いんで気をつけてください。十条と板橋の違いなんですけど、やっぱりその手打ちのうどんと機械のうどんっていうのをですね、両方やってみたいっていうのもあって、香川県に修行させてもらった時に両方のうどんを見せてもらって、製麺所の良さと、手打ちうどんの良さと両方面白いなと、欲張りなんで両方やってみたいなっていうのがあって、2号店に関しては機械製麺で作ってみたっていう感じですね。はい。やっていく中で、手でも機械でも基本的なものは一緒なんだけど、実際やってみると全く違うと。手打ちと機械打ちの二刀流、これをですね、極めていきたいと思います。僕始めてからちょっと値上げをしたので、値上げしたんならちょっとサイズも大きくしようかということですね。全く意味のないんですが、大きくしちゃって、ボリューム、お客さんが喜ぶんならそれでまたいいのかなというのでやっておりますね。お願いします。はい、はい、肉がけセント。いらっしゃいませ。それ出したら出ちゃっていいよ。はい。お待たせしました。肉汁うどんの波になります。出ていいどうぞ。
それを上回ってきてしまったから。させるね。一応28だね。家計用のお出汁。こ
の間ね、うちみたいに機械1個ずつ形が違うじゃないですか。なのでね、簡単そうで難しいんですよ。
しゃいませ。2名様ご来店ですこちら温かいのと冷たいのをお選びいただけますが、冷たいの冷たいので、はい、野菜天つけうどん並の冷やがお一つで。お待たせしました。野菜天つけうどんになります。ゆっくりどうぞ。こ汁うどんですね。はい。お願いします。いらっしゃいませ。はい、で、8お願いします。はい。いらっしゃいませ。そうします。肉並1、担々中1です。いいよ。お待たせしました。肉汁丼の無理なんだ。はい。ゆっくりどうぞ。担々中。はい。はい。
波さん。いいよ、出るよ。いいよ。いくよ。肉だけのね。肉だけお願いします。お餅出るから。はい。D67 です。ちゃんが入ったから、はい。間違えないようにチェックして。はい。先頭タンタン注意いくよ。前に出してね。タンタン中。次そぼろ中。1です。最後のお客様。決済1個目ね。B の1から3。少量でいくよ。盛り合わせまで。盛り合わせまで入った？ごぼうとはまだです。手前から桜と1個。2枚目中度お餅1つね。次天ぷらを出してもらっていい？次が2枚目の台。今日もお料理いくよ。B の45にきのこ大です。はい。B の45肉大です。はい。最初中が2つね。こっちが大。はい。これは中ね。最後の波。はい。これは波ね。
け中します。いくよ。あみちゃん、一回お料理展開いい？例の34ね。決済で最後でいい？はい、決済で D34 はい、D34 はい。3枚目の台、はい、お料理いくよ。台ね。そこまで。英語の。決済で春天ちくわ。はい、出前の中で。はい、はい、ここ普通の波で。あとお願いします。先に台からいくよ。2枚目ね。2枚目の台から1人お料理いくよ。次がここね。はい。さくらいくよ。先頭。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。申します。柏一肉並みです。すみません、お待たせしました。かけうどんのセット2つになります。ありがとうございます。じゃあ入れます。じゃあ変わってもらっていい？はい、大丈夫。お店2つ行くからね。2枚目の中から。でもう1個先頭中いらっしゃいませ。それ出したら2着いいよ。はい、D の34です。はい。決済が終わり。D23 ね。はい、B23。決済が終わりね。お待たせしました。肉汁うどんの波になります。出ていいどうぞ。さあ、おもちゃを用意して。お子様行くよ。決済。はい、で、12。方の中。もう一人お料理いくよ。次、決済。これで決済が終わり。はいよ。
お願いします。天気は後で声かけてね。はいよ。はい、盛り合わせと天気が。いや。はい、きのこ失礼します。肉汁うどん中のお客様。はい。お待たせしました。きのこ汁うどんとかき揚げになります。それから失礼します。甘い酒だとか何か言ってた。ゆみちゃんの上がり。お料理いきます。はい、C 採用。肉汁うどん中のお客様。あ、はいはい。ゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。お願いします。お待たせしました。担々うどんとエビ天になります。こちらも以上でお皿です。はい、です。ありがとうございます。会社お子様が入ってる。アミちゃん上がってきてもらっていい？だからね。伝票先頭ね。波に9に。肉並みから出すよ。2枚目ね。2枚目。前に出して。波だよ。はい、カレー。タンタン中。お料理いきます。はい、タン中で一番。カレーいい。じゃあもう一個いく。2名様ご来店です。いらっしゃいませ。お客様何名様ですか？2名様ご来店です。はい、C の1256、これで終わり、確認して。順番通りで。はい、お料理続きます。3ついくよ。もう一個。同じところ。次もさくら。いくよ。中から決済の中1個目。で5番さん、肉中1波。かき揚げいってればこれで終わり。料理いきまーす。だから肉だけはい、お願い。さくら。これさくらちゃん。さくらちゃん。
桜セット肉汁ですね。失礼いたします。ありがとう。次2枚目の中ね。2枚目中。で次弁当肉がけですよ。はい、肉がけせんべい。はい。さあもう一回お料理ね。すいません。2名様ご来店。これもで67かき揚げの。はい、これで決済終わりで6ね。はい、カレー。春天一枚だけに。またうどん来たらお願いね。はい、で5番さんお願いします。はい。舞茸最後の伝票のそぼろ並み。はい。ちょっとね、そぼろ並み。つゆ多いから気をつけて。わかった。本当だ。ちょっと多くなっちゃった。今日運ぶとき気をつけて。で次ね。大丈夫。はい、かなちゃんお願いね。で5番さんね。はい。はい、カレー並み。はい。4番さんね。はい。ありがとうございます。で4番さん。はい。いらっしゃいませ。肉汁うどん並と温玉でお間違いないでしょうか。はい。多分5だ。伝票の先頭ね。次も伝票先頭の波。最で A の1から3。A の1。肉中。次伝票の先頭ね。伝票先頭波。天気まだそう。これもお願い。はい、ビーチマンさん、お料理だよ。肉汁うどん並と温玉になります。だけど2名様ご来店です。ただいま。ありがとうございます。そしたら麺の上に賞味期限あるのでこちらご覧ください。揚げ玉もついてくるんですか。そうですね。一つ麺一つ生麺一つにつき揚げ玉一つついてくる形です。こちらでお土産セットになります。